どうも皆さんこんばんは、夏目さんちの源です。伊達巻キャンプ客のさやです。ちょっと聞いたことあるようで違う言葉だった。伊達巻キャンプ客、びっくりしたでしょ今。伊達巻がキャンプの客として潜入してるってこと聞いたのがバカだったさやの挨拶たまにその世界観あるんで理解しろ。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。熊型土偶可愛すぎんか。可愛い。何これ、土偶なんだ。可愛い。これ実在してますんで、してるんだ。あ、そう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 。どこに。三内丸山遺跡。青森。俺よく出てきたね今ね。すごい、めっちゃ可愛いから、ちょっとみんな三内丸山遺跡、ホームページに行くと候補いるからちょっと見てほしい。マジ可愛い。はい、ということで今回、こちら読みづらい。誰こんなカクカクで書いた人。ミセス、いわゆるミセス、ミセスって読めないけど、まあミセス、確かにミセスってそういう意味だっけ。既婚者。そうだね、既婚者の女性を指す、ミセスさやと呼んで。でもミセスと聞くともう大体の日本人は最近はある1グループのことを指しますわね。ということで、今回やっていく企画はこちら。チョキ。ミセスグリーンアップルの楽曲から妄想して漫画の冒頭だったりキャラクターだったり妄想してみたー。はい、久々の楽曲妄想シリーズなんですけど、リクエスト最多がミセスグリーンアップルでした。いやでもだってさ、ゲンさんとよくさ車の中で日本のトップ100とか聞きながら、そうね、ドライブとかするんだけど、そう日本のトップ100聞いてるはずなのに次行ってもミセス、次行ってもミセス、あれこれミセスの再生プレイリスト間違えて俺流したみたいなるぐらいの感じなんですよ。まあそれぐらいに皆さんの中に日常になってる人も多いんじゃないかなと思うんですけど、まあここで一つ謝罪でもないんですけど、別に言ってみ。マジで聞いたことなかったんですよ。あらー。いやこれ動機がマジでみんなからめちゃめちゃ今回おすすめされたから、日本のトップ100で聞いたって言ったじゃないですか。聞いてないんですよ。日本のトップ100って今何なんだろうをこうザッピングするのが好きっていう好き方してるんですけど、新しく聞くグループとか入ってんのかなみたいなね。そうで、それでなんか新しい人発見したいみたいな感じでやるんだけど、いや本当にねどうかと思うんだけど、どうかと思うエピソードの一つとして、我々は割とつい最近までライラックを知らなかったっていう。マジでどうかと思う。それはバンプっていう違うんだよ。そうバンプを本当に崇拝しすぎてるのと、あと大体バンプを聞いてない時は米津玄師を聞いてるっていう。そうだね。プラス楽曲妄想系結構バンプも米津もリクエストいただくんですけど、思い入れがもう強すぎてなんかもうなんかね公平じゃない妄想しそうで、もうなんか頭の中でさ、これはこの曲でみたいな、私の中で数年間温められてるこの物語の曲がこれでみたいな感じになっちゃって、なんか違うなっていう、この企画の趣旨と違う気がするってなって、バンプと米津はちょっと一旦最近はやってないんですけど、まあ今回せっかく皆さんからリクエストいただいて、これを機にめちゃめちゃ聞いてみようっていうね、ハマりたい。そう、みんなが大好きなミセスとは一体何ぞやっていう、なんかまあ今更みんなこれを聞いたところでいや知ってるかなっていうことだと思うんだけど、と思うんですけど、一応ねこのおじさんとおばさんにちょっと付き合っていただけると本当にびっくりすると思うけど、ね、ちょっと改めてミセスグリーンアップル知らない方のために説明すると、まあ 0.5% ぐらいの人だと思うんだけど、我々側の 0.5% ぐらいの方に向けて今説明するんですけど、まあミセスグリーンアップルは2013年に結成されて2015年にメジャーデビューをした日本のロックバンド。でももう10年もだいぶ前なんですよ。実はメジャーデビューからもう10年経ってるんですよ。キャッチーでドラマチックなメロディーとその青春、希望、葛藤などを描くね歌詞で、まあ世界観で10代20代中心にめっちゃもう絶大な人気を誇ってるというバンドでございます。理解しております。バンドの現在のメンバーは大森元樹さん、ボーカルギターのね大森元樹さんが作詞作曲を担当していて、若井宏人さんがギターを担当していらっしゃって、藤沢涼香さんがキーボードを担当している。で今これがなんか現メンバーっていうのがそのフェーズ2といって、なんかミセスって1回2020年に活動を休止したらしくて、でそのタイミングで当時のその山中彩香さんっていうドラムのメンバーと、高野清和さんっていうベースの方が脱退して、そこからフェーズ2っていうのが2年間空いて
再始動して今のミセスグリーンアップルというらしいんですよ。ああそうなんだ。ただ僕たちはその歴史も知らないのであんまりこう知らない我々が触れるのもなんか失礼だと思うので、という情報といった人だけ今ね、知ってるっていう段階ですね。はい。休止前から相当人気だったのも知ってるんだけど、日本中を席巻してるわけなんですけども、楽曲から妄想シリーズ今までこのシリーズ出てるんですけど、こんな感じで曲からちょっとストーリーを妄想しようじゃないかっていう企画ですね。オタク楽しいやつだよこれ。前も言ってたんですけど、これ断っておきたいのが、楽曲ってそもそも主題歌になってたりするものもあるんですけど、まあそうだね。それは一旦その作品には引っ張られないようにするために、主題歌とか関係なしに、自分の考えた物語だけを非常に厚かましいんですけど、そういう妄想をね、妄想は自由ということで、もちろんね正しいこうタイアップ先とかもある曲があるんですけど、そことはちょっと切り離して今回やらせていただきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、1回戦目選んだ楽曲がですね、青と夏。これ知ってるんじゃないですか。これ知ってますよ。この曲聞くと夏の絵描きたくなる、ね。でも分かる、それぐらいそう知ってるんですよやっぱり。とにかく青と夏、こちらですね、2018年にリリースした映画、青夏君に恋した30日の主題歌として書き下ろされているっていう楽曲ですね。青春のきらめき、焦り、眩しさが詰まった一曲となっているとのことです。失われている、夏目さん力は。だからとりあえずこれをまずはね、我々ちゃんとしっかり聞きましょう。これ毎回この企画の定番なんですけども、知らない方の概要欄に公式の URL を貼ってありますので、ぜひ皆さん聞いてから戻ってきてください。でもこの楽曲から妄想シリーズでは、今まで10分ぐらいでジャッて描いた絵を20分ぐらいかけて妄想を語ってたんですけど、多分今回一応最近よくやってる漫画の冒頭3ページイメージみたいなやつは書いて、その上で妄想しましょうっていう感じでいきますので、それではいきましょう。じゃあまず青と夏、用意スタート。我々もうね、今回の3回戦に使う楽曲すべてめちゃめちゃ聴いてます。予習はバッチリです。予習復習、ほら取れたてのピース。ちなみに僕も結構シリアスな物語頭に浮かんでるから、もう取れたて。青と夏でとてもシリアスなやつ。青と夏でとてもシリアスじゃない物語が出てくるか。なんかさっきもだってなんかさ、ほら青春時代のなんかキラキラと、なんか葛藤と苦悩みたいなのあるじゃん。葛藤と苦悩とキラキラってやっぱりさ、セットなわけじゃん。苦しんだ分だけさ輝きもあるんだけど、シリアスがあるから輝くんだろ。大丈夫？輝いてくれてるそれ。いつか。いや待って3ページの中に入る？いやわかんないけど、そんなの。はい、ということで1回戦目青と夏終わりました。じゃあ1時間でどんな物語が妄想されたのかいきます。せーの、ドン。色づいてる今回ね、僕なんか強い、いつもに増して早くて40分ぐらいで終わったの。なんか早かったよね。本当に早かった。なぜか教えてあげようか。本当に癖に忠実になって終わったっていう。なんか好きなもん書くっていうのに振り切ったんでめっちゃ早かったんですよね。そうなんですね。僕からいきますかね。お願いします。だってもうそんなスタンバっちゃってるんで。じゃあこんな感じでね、じゃあいきます。僕がイメージした青と夏、冒頭3ページ。ひまわり畑のど真ん中、君はスイカの種を飛ばしながら言った。私今過去最高に生きてる。なんか可愛いよ。そして次、そう言って彼女は舌を突き出した。あら、なんかシュルなんかドキッとするね。彼女の舌でうごめく青い何かを僕はいともたやすく受け入れた。これもしかしてチュッってしてる？夏目さんち以上初チュッじゃない？でもそうかも。夏目さんチュッでも確かに僕このチャンネルの動画の中だと確かにでも分かんない。これはまあこっちの僕にとっては中かもしれんけど、彼女にとっては中じゃないかもしれないけど、もしかしたらなんかこういうこれそこなんですよ。ちょっとこれは本当に僕がイメージ先行で言ったんだけど、なんかとにかくこの夏が始まった合図がしたとかさ、夏が始まったとか恋が始まったとか言ってるけど、それにしてはなんだかこうちょっと悲しさがあったのよ。だから確実にこれひと夏の思い出だろうなっていうのは間違いなくあって、でかつ二度と戻ってこない思い出だってほしいなと思うから、絶対に人間じゃいけなかった相手は。
僕の中でねこれすごい過激な発言したんだけど僕の中ではこの歌に出てくる登場人物は片方を人間じゃなくって8月30日以降は会えてはいけないと思ったんで、そういう何かそういう何かのその別の存在をだけど好きになってしまって大人になってもこじれててほしいっていうこと要するにこれ僕が前も言ってた幼い頃というか、小学生後半、6年生か、中1ぐらい、この子多分小6か中1ぐらいだと思う、でこの彼女は見た目上はおそらく中3から高1ぐらいのちょっとお姉さん、一回りお姉さんぐらいの学年っていうかカテゴリー1個上みたいな、ちょい上お姉さんビジュアルのなんかいや性癖のゲリラ豪雨やわそういうこととにかくそんな感じの物語が動き出してほしいという気持ちで、いやすごい伝わるわ、だけど、そんなことがあったのに夏が終わっちまえば何事もなかった人生を歩んでほしい、こいつに。そうね。この後こいつの人生一生じじいになるまでその影引きずりながら生きてほしい、そんな感じ、でもなんか青と夏でそんな話なのかなっていうのは疑問には思いつつ、なんかさ聞くまで、これ本当に失礼な話なんだけど、ミセスグリーンアップルって超絶陽キャの元気な歌だと思ってたの、メロディーしか聞いてないのかな、でイメージもあるしね。そうで実際歌を聞いてみたら、メロディーの運びもそうだし、歌詞にもちょっと闇あんのよ。そう限りあるよね。それがすごい、あれ知らんかったかもみたいな一面がこれを想像させたのかもしれない。いいですね。手よく言ってみたけどパチパチ壁の漫画を描きましたと。まあそういうことです。はい、僕はこんな感じです。素晴らしい。これですね。だからこういうことです。エモ。こういうやつ。エモこういうやつですね。最後の見たい。なんかギリギリまで今回珍しくさ、いつも早く終わんのに。はい。さやさんが好きそうなチャラい男が出てきて、いるね、このメガネ。そうなんかうさんくさメガネをよりうさんくさい感を出すためには必要だったこれが。じゃあお願いします。はい。私千葉市内、これ散る葉っぱと書いて千葉ね、私千葉市内でキューピッドと評される恋の町健と申します。持ち前のコミュ力により圧倒的調査力と返信等の指導により、告白成功率 99% の驚異の実績で恋愛サポートを有料で行っております。もうじゃあベテランキューピッドだ。そう熟練のガサさん。これあれね、告白シーンを後ろでこいつが見てるってシーンなんだけど、でそこで下足元ガササってがギャッズルこれ足引っ張られる。引っ張られてる。じゃなんか誰かが出てきて、お前のせいだ、何がお前のせいで夏が死んだ、キャッチーなこと言ってこの国にもう夏は来ない、お前のせいでっていうで、こういうお話なんですけど、これちょっと、ここまでだからさ分かりづらいかなと思ったんだけど、この後にだいぶ長いストーリーが本当にあって、本当にあんの？本当にちょっと考えちゃって、考えてきたやつなの？めっちゃ考えたやつなんだ。顔を描きながらすごい頭の中でできちゃって、マジでこういうさ、概念消え系好きなんだよね。僕たちの世界で当たり前とされているその概念ごと消えるって好きなんだ。でも物理的に消す予定。物理的に消す夏をいやちょっとこれ考えた物語が、実はこの子は未来人なんですよ。未来夏が死んでしまった日本から来た女の子で、この男ほら誰彼構わず依頼人をさ、こうマッチングサービスというか、どっちかというと恋愛アドバイザーなんだけど、でこいつもこいつで理由があってこの仕事を始めてるんだけど、その中にエレファントカシマシじゃなくてエレファントカシマシバタフライエフェクトだバタフライエフェクトとエレファントカシマシ間違いすぎだろなんでバタフライがエレファントになっちゃったの？しかもなんでエフェクトがかしましてんの？意味わかんない。なんか雰囲気似てんじゃん。似てねえよ全然。びっくりしたわよ。なんかこの人がこうくっつけて、こう恋人同士にした人たちの中にとあるカップルが原因で、そのバタフライエフェクト的に、日本にこう太陽の光が差さなくなり、すごい極寒の国になってしまったっていう。死ぬで。死ぬでって。そういうことだね。でによって夏が来ない
国になってしまったと、日本は。そういうことね。そう、それをこいつを止めることで止めに来た女の子っていう、はい、話で、だからこの子は夏を知らないのまだ。あ、いい。そうだからゲンさんの描いたこの青い空と入道雲の輝くひまわりを知らない子だっていう。なるほどね。そうじゃあこの子多分これ読んだんだよ。届いたんだ。届いた。夏こんなにみたいな。でかつなんかこいつはずっと誰かの恋愛をサポートするのであって、自分は恋愛してない。そう、自分は恋愛してない。だから脇役なんだよね、ずっと。舞台装置でしかないって自分は思ってるやつが主役としてこの女の子と夏を取り戻す冒険というかひと夏のね。なるほどね。そう。君らの番と。君らの番なんです。そういうことだ。僕らの夏を探しに行くんです。素敵。っていう物語。ちなみにこの子はセーラー服を着てるんだけど、この子が生きてる時代では日光が差さないので、十分な日光が確保できず体が育たないので、あと洋服とかの、その素材とかも必要最低限しか配給されないから、結構女性はセーラー服みたいな感じで、丈夫な素材でずっと長く使うみたいな感じなので、この子は20歳くらいなんだけどセーラー服を着てるっていう設定です。よくないそれでじゃあ夏取り戻さなくてもそんな世界なんだったらっていう設定までもりもり考えて、すごいいいよ。じゃあ俺ヴィランやるわこの世界夏を消す。そう夏を消すわ俺この2人を止める止めるわ。だってこの未来だとこんな子たちが全員セーラー服なんですよ。それでみんなセーラー服着てる。怖いなヴィランになったの。この世界のヴィランになるわ俺。こいつの設定も考えたんだけど、こいつの妹ちゃんが本当は好きな人がいたんだけど、親に超反対されて、無理やり全然好きでもない人に結婚させられちゃって、それを一切止めることができなくて、だから本当に好きな人は好きな人と結ばれてほしいっていうので、この仕事を始めたっていう設定もある。おー、よく1時間でそんな妄想が。すっごい楽しかった。めっちゃはかどってんじゃんいや1回戦目から満点ボリューム。いや青と夏です。僕この曲はじっくり聴いてみて、一番好きな歌詞、あれだな、寂しいな、やっぱ寂しいな、いつか忘れられてしまうんだろうかっていう。いいね。こういう夏の思い出ってやっぱ忘れていくけど、ふとした瞬間絶対蘇るっていう。だからいい意味で思い出っていうなんか綺麗な言葉で、終わっちゃうけど、でもそれちょっと忘れてるよねみたいな部分があるよね。綺麗な感じに見えつつ、そう。まあ俺はこれのことのひと夏は呪いであってほしいけど、やがてね。でもここ私も付き合わないから。そうだってここ帰っちゃうから。そうだね。そうやっぱひと夏ってさ結ばれちゃいけないんじゃない？結ばれちゃいけないんだよ。一回戦いつまで喋んだよ。やだこいつ。一回戦目喋りすぎなんだよマジで。はい、じゃあ次行こう。ということで、なんか割と1回戦目で満足してるんですけど、2回戦目2回戦目はダーリン。これもね非常にリクエストが多かった楽曲でして、こちらがですね2024年の18フェス、NHK のねのテーマソングとして制作された楽曲で、18フェスっていうのが毎回1組のアーティストと事前選考を通過した1000人の18歳世代が1回限りのパフォーマンスを行うっていうイベント。かしこまりました。でこちらの楽曲でじゃあ2回戦は行きたいと思います。じゃあ行きますか。行きましょう。1時間用意スタート。いけるかな。ちなみに、一旦僕今のところミセスの曲聴いてこれ一番好きだった。まだその全部聴いたわけじゃないから分かんないけど、もう書く気ねえやついるぞ。なんで今聴いてるって聞いてるんだ。そう、さやさんは今鑑賞中ですって。鑑賞中のさやさんなんだ。そういやなんかすごいこの曲もさ18フェスっていうその曲だけど、相当なんかギュッとなんかさうってなる感じの世界観だった。そうだね。18歳っていう確かにその時期というかね。そう誰かと比べるとか私が私でみたいな、自分を大事にするっていうか、さよならさやさん自分を大事に全然できてないの消しちゃったわ自分消しちゃったわなんか全部暗いんだけど俺今考えてる話。いや暗だからだよ。そうだねなんだろうねこのさ、なんだろう導入暗いのが好きなのかもやっぱ。でも私も今回暗いな。でも曲調が結構シリアス調というかね。そう2回戦目ダーリン。こちらです。せーのドン。ちっちゃ汚い。でもさ今回僕はめちゃめちゃ時間ギリギリだったので、
汚いです。さやさんなんかさすんごい暗い話になっちゃってじゃあさやからいきますか。いい暗い方から悲しくなっちゃった自分で書いてて。でもねちょっとねやっぱダーリン結構希望に向かいつつやっぱこう闇がありますから、これもこの曲もかなり嫌な部分も出てる感じがあるよね、その心の中のね。そうそうってなったらなんかすごい悲しい話になってしまって、なるほど、弱さもあるような歌でした。よくある感じの冒頭なんだけど、2026年都内某所、河川敷、サイレン、言い換えエミル、僕の言うことを守るんだ。なんか血だらけやん。そう、大丈夫か。ごめんね。ダメそう悲しい、すでにもう悲しい悲劇からじゃん。君は悪くない、絶対に負けちゃダメだ。見つけたぞ、魔女がいたぞ。わ、出た魔女だ。そう、でも都内でこれは人類史最後の魔女裁判の記録。うわー、こんな感じで私こういう子好き。いや、そう、ゲンさんに誘おうと思ってこの子書いた。なんでね、おかしいな刺すなよ俺に。もうラストからなんだ。いっちゃん最後のシーンが冒頭に来てるっていうイメージなんだけど、なるほどね。この2人読み切り的な感じでエミルという魔女と、きっと守ってくれた男の話みたいな、そう、現代の魔女裁判に抵抗した物語がこれですみたいなイメージで。なるほどね。そう、歌詞の中でさ、私の私でいていいのとか、自分をこう疑うけど自分は自分でいたいけど、誰かと比べちゃってみたいな、なんか自分には何かないみたいなね。あ、そうそうそう、だからそれを問う場所みたいなのがそういう裁判なのかなっていうのに当てはめて、確かに。そうちょっとこれはさすがにファンタジーってことですね。そう、でもこの子が本当に魔女かどうかっていうのも分かんないけど、でも世界観的には一応そういう魔女っぽいものを狩る。あ、そう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 、てか現代で魔女狩りがもし本当に起きたらどうなるんだろうなってちょっと思って、なんかこう SNS 上ではずっとなんか誰かこいつが嘘ついてるから叩けみたいな状況があるわけなんですけど、けどこの子は別に何もしてないのに、してない可能性、そうまあてかしてないことが多いよな大体こういう話。てかまあ昔の魔女狩りもそうだけど、まあ実際そうだね。そう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 、なんかその何らかの基準に引っかかってるってだけ。そう、なんか勝手にレッテルを貼られて、鬱憤を晴らす対象にされたみたいな、それの現代版みたいな話だったら、なんか重くて辛いと思って。そう、ゲンさんより先に終わったから、ちょっと魔女狩りについてちょっと調べたの。魔女裁判、魔女狩りについて、辛いってなって結局そうこんな希望に向かう曲なのに、あ、そうそうそう、まあでもこっから希望には向かってくれるはずだから、そう、このまま希望には向かうはず、ただ自分は自分で言っていいんだよっていうのをこの男は絶対教えてるから、確かに教えてくれてる。そう、物語にしたいなと思って書きました。とりあえずこのカット好きですなんかそのこの話どうなるかわからないけどまだ好きですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあゲンさんいきますか。僕もちょっと暗いんだけど確実に物語が始まってくれっていう感じにしました。はい、ちょっと歌詞を結構そのまま羨ましいとかただ虚しいとか、ちょっとそこの部分から着想してった話なんですけど、羨ましい下手くそに鳴らせるその音が、うるさいビービボービビービビーって横から隣からめちゃくちゃうるさい音が聞こえる。でかくなってふざけんなよお前、おいいい加減に、うわはいがみたいな感じで、妬ましい能天気に生きる小林どもが、すごい口が悪い、めっちゃ虚しい何も鳴らせないこの口がって言って、めっちゃ傷口、そう口にめっちゃ傷があって、ベランダに大量のゴミ度重なる騒音もう許さん、おいその汚え音鳴らすのやめろ、聞いてんのかおいって言って隣の人にダンダンダンってやって、これはもうなんか部屋の中のすごいクソ適当に書いてるからあれなんだけど、それはもしやこれトランペットですね。楽器ケースだ。トランペットとなんか散乱するビールの缶みたいな、何らかの缶、でもなんか落ちぶれちゃってんだね。でドア開いてるっつってビービービーって言って、クソうるせえお隣の人んちが不法侵入じゃねえからな、いやマジで何の音だって言ってビビーって言ってめっちゃずっとうるさい音、だから余計にイラついた、あまりにも汚くて純粋なその音に、うわうわいいこのカット、これゴミ屋敷でしょ。くっそゴミ屋敷の中で、粘土で作ったマウスピースにカビたホースを刺して穴の開いたボール、穴の開いたこの料理とかに使うボールをくっつけて、自分で楽器作ってビービーやってる女の子、やばー。でもなんかいろんなことを想像してしまってなんか胸が苦しくなる女の子じゃない、すごいっていうオープニングです。めっちゃ完全にただのオープニングだから、じゃあ何かがあって、
楽器が吹けなくなった、多分プロを目指してかプロだったんだろうなこの。まあそうこいつは一応プロを目指してる途中で、交通事故で顔とかにも怪我して、ここの顔の部分がかなりこうひどい怪我になって、まあ、実際僕も切ってしばらくマジで音出すの痛いとかさ吹けないみたいな、しかも口変わると全然口の形変わっても全然同じ音出せなくなる。結構吹く系の楽器ってそういう感じだから、とにかくこいつは顔を怪我してしまったトランペッター志望のやさぐれた男。ちょっと悲しいけど夢が途絶えてしまった人だったんだね。そううわで隣でビー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 マジでうるせえって言って、しびれを切らして注意にしに行ったところ、部屋の中にいたのはボロボロのゴミだらけのゴミ屋敷の中で裸足で自作楽器を鳴らして暇つぶしてる女の子っていう、やばー始まり。天才だなあんたやっぱり。だから構図としては、とにかくこの男がこの子に楽器を教えていく話にして、まあ、この子どう考えても家庭環境やばいじゃん。やばい。ゴミ屋敷に住んでさ、一人でいて、っていう女の子に対して自分の持ってる楽器を貸して、でこの子が大事なものというかこの子自体に価値が出ていくみたいな、全く価値のないゴミの屋敷にいる女の子にトランペットという価値を教えてあげる。そう価値を見出していくという2人の話。この歌ぴったりじゃない？誰かの私でありたいみたいな。そうでしかも誰かの私でありたいみたいな、多分のめり込んでいくと思うんだよね。そうだね。初めて何かに向き合いそう、ちゃんと。すごく良い。入りだけめっちゃ好き。めっちゃ好き。書きながら、これも続き書きたいなと思って、ここが書きたかっただけなのっていうのも本当ぶっちゃけ。でもこれはちょっと惹かれるよ。でもやっぱねダーリンの曲を聴いて、うってなる感情をそのままこうストーリーにしたらどうなるんだろうっていうところで、本当の音を聞いてみたいなやつがあったから、もうストレートに音楽系の漫画いいかもみたいな。よいよい、すごーい。でもさ、弊害をちょっと伝えるね、気持ちが暗くなったそれはそうなんかねちょっとこの話みたいな話をこう頭の中で考えてて、続きとかを考えてたらさ、辛いシーンが絶対多いなと思って。まあそうだね。希望はあるけど辛いシーンも多いなと思って、なんかうってなっちゃった。私もなったね、なってる今。でもこの曲は絶対希望に向かう曲だから。まあそうだね、ダーリンは、次行こう。はい、ということで3回戦目ライラック来ました。おそらく最近だと一番有名な気がしているミセスの曲、っていうかなんかもう常にさ、トップ100ランキングに1位にいる期間が異常に長いような気がする。それぐらい人気な楽曲、でね、この楽曲について作詞作曲してるそのボーカルの大森さんは、この楽曲は青と夏のアンサーソングのような感覚で作ったっていうことをね述べていらっしゃって、大人が思う青春を表現しようとしてバンドの原点に立ち返るような意図があったっていう、そのコピーバンドとかをやってた学生の頃の衝動的な感覚を自ら起こそうとして制作された曲らしいです。そうなんだ。よし、じゃあ行きますか。行きましょう。よーいスタート。私はね、ライラックっていう水彩の絵の具がすごい好きなのはね、あいつを入れると何でもボケるからなんだよ。最後もうライラックの絵の具の話したらいいんだ。確かに絵描きの話や。絵描きの話するか。よし、高校生の話書こう。さあということで3回戦目ライラック、なんと2人とも17分残して終わりました、3ページですね普通に。私も3ページでもいいけど、なんか時間余ったから1ページ増やして。すごいなんか随分うまくいったね。早くいきましたね。じゃあということで、ライラックどんな感じになったのか、せーのドン。ちょっとでも1ページ目じゃ分からん。もう僕は結構。じゃあゲンさんから見ようかな。いいですか。走るという行為は人類に残された最後の抵抗手段だ。タタ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 つってめっちゃ走ってる。昔読んだアメフト漫画の主人公も走ることができたから主人公になった。もしかしてセナのことですか。某セナのことですよ。バス停まであと1分。ギリギリだ。ダッシュしてる。これサラリーマンですよ。かっこいい。発射します。発射しました。発射してしまいました。まあでもこれは現実。名もなき青年 D にはこれが限界。間に合わない程度の走りということですか。そういうことです。そしてダッサ走って間に合わないならチャリ乗ればいいのに極めつけに見知らぬ女子高生に罵倒された僕は今過去最高に死んでるまたゲンさんの好きそうな女の子が出てきた。冒頭いいね。でもちなみに、覚えてますか、青と夏の。もしかしてほらこの少年が私今過去最高に生きてるって言ってるこの少女。確かに
過去最高に死んでたんだよ今。そうです。すごいしょんぼり系主人公になっている。だいぶ冴えないサラリーマンやってます、あ、いいねっていう冒頭から入ってるっていう感じですね。これでこれちょっとでももうなんとなくイメージがあって、大人が描く青春みたいな意味で言うと、今回実はこれは、特にこの2人にもちろんこの子高校生だしこの人は成人なんで、恋愛関係はもちろんないです、ただ、彼がロードバイカーになって昔あの子と一緒にいたひまわり畑の結構な場所なんですよそれ。だいぶ田舎でそこまでチャリで行くことによっていろいろと吹っ切る物語です。いいね、爽やか。そう、彼を自転車の道に引き込むのはこの子ですね。なんかすごいちゃんとした装備してるもんね。そう、ちゃんと装備してる。ちゃんと制服なんだけど上からしっかりプロテクターとかもつけてしっかり乗ってるっていうタイプ。そんな感じ、そしてゲイさんがとても好きそう。そうなんです。これちょっとでも間違えてこっちへ書いちゃったんだけど、これ本当は下からの構図がいいです。下から煽り構図でこのしゃがんでる主人公に見下ろしてる方がいい。でもこの子との出会いで吹っ切る旅に出るんだ。そう、自転車っていうロードムービーですよ。だからかっこいいね。こういうちょっとほろ苦いけどこう前に進む物語みたいな感じにしたかったんで、いいね。そうだからあの頃の青を覚えてようぜっていう意味で、忘れるわけでもないけどでもそのままでもないみたいな感じの子になってほしい、青年には。じゃあさやさんのいいですか？私はさっきまでちょっとなんかだいぶ肩の力が入ってたなと思ってて、なるほどね。そう、いやもういいや、好きなもの書こうと思って逆にこのライラックの歌詞が私に聞いたって感じ。もはや一周回ってライラックに励まされてる。そうライラックに励まされた結果、こちら、森に囲まれたこう神社でこう階段登ってった先になんかご神木みたいなでっかい木がある場所ね、でこう木がさーってなってる。そう、僕は大企業の息子で私立の学校にも通えているし、頭もいいし顔も最高。嫌な少年出てきた。正直あなたの好きな人より超有料物件だ。出た好きそうななんかクソ生意気な少年出てきた。だから僕と結婚してください。でそれ誰に告白してるか、そんな気したわ。なんか顔がないの？首がない女性。首がないんだ。そう山奥のね、田舎のご神木のところに住んでる首のない幽霊に結婚してくださいっていう男の子の。うわめっちゃいい。一番いいわ。やったー。今回で一番好きかも。おまけページはこちら。ダメなんだ。めっちゃいいじゃんこれ。これめっちゃ好きだわ。この幽霊がどんなね過去を抱えてて、そう、なぜ首がないのかとか、彼女の顔は見れるのかどうかとかね、気になるね。ですごいこの自信満々な男の子がなんでこの女性のことをこんなに好きになったのかとかいう、そういうラブストーリーが僕は好きだなと思って。めっちゃいいね。これ相当いい。やったー。これなんか最近さやが書いてるこういう系の導入の中で一番好きかもしれない。嬉しい、やったー。一番先が気になるわ。で多分この出来事がいつかこの男の子の中の、そのなんかゲイさんも言ってたさ、だから呪いになってほしいというだけどなんかこう、この子はこの子でその大企業の息子で、結構孤独みたいな、子供らしい子供として育ってなかったみたいな部分を、なんかこのライラックの歌詞からなんとなく、めっちゃいいね。すごいもう考えてしまって。明確だもんね、やりたいことが。そう編集者みたいにちょっとやりたいことが、だって首がない女の子と結婚したいでしょ。そうだよ、結婚したい。分かりやすいよね、動機が。ちなみにちょっとさやさんが好きそうな漫画が最近ジャンプで始まった。マジ？楓神っていう漫画がなんかちょっともしかしたらさや好きなのかもっていう。ゲイさんが一緒やつか。そう、それも結構なんか作者さんの癖がすごい込められてそうな空気なんですけど、なんかさやもしかしたら好きかも。じゃあちょっと読んでみよう。ちなみにこれライラックです。そう、それはね、思った。ちょっと雑だけど。じゃあお互いあれなんだね、むちゃくちゃにしたいんだね。そう、少年はやっぱりひと夏に一回狂った方がいい。一回ね、しばらく引きずる異形との恋をした方がいいってことだ。そういうこと。かわいそうに。ミセスグリーンアップルなんだと思ってる。本当だよな。でもマジでね、今回今まで本当に不思議なぐらい聞いてこなかったんですけど、今回いろいろ聞いた結果、めっちゃ好きです。そう、これからも聞いてみようかなと。ということで皆さんおすすめしていただいてありがとうございます。多分ね、みんながおすすめしなくてもね、出会えよって話だと思うんだけど、改めてこうなんか物語と当てはめていく上ですごくより好きになっていったので、でも今回じゃあ最適自分の中の一番のお気にそれこれかな。でもこれがなんか一番なんかもうもうってご覧の通り、やっぱ敵に素直なのが一番いいんだな。それで言うとさ、今回僕3つとも今までの回で一番節操ない回だったかもしれない。節操ない？どっちだ？なんかただただ今回全部このカットが書きたいがために書きましたみたいな、一番なんか癖に忠実な回になってしまった気
がする、でもこうなって1個目がさ、1個目はそれすごい伝わる。もうこれはめっちゃそうじゃん、2個目もね確かにで2個目もゴミ袋の中の2個目もこのカットがめちゃめちゃ癖なのよ、ゴミ山の中に裸足でいて、しかもなんか手作り楽器持って吹いてるみたいな、最高じゃんこの逆光で、このヤバそうな感じね。最後のはまあねそこまで癖ではないんだけど、これはただ最初のやつとつながってるっていうところがポイント、まあポイントだいぶでもなんか私ゲンさんみたいに気持ち悪い癖出せなかったな。人のこと気持ち悪いって言う気持ち悪いレベルの気持ち悪いっていうの。今回ミセスの楽曲からいろいろ妄想して書いて、せっかくなんでねちょっと1万円も書いていきたいと思いつつ、ちょっとねこの後撮ろうとしてる動画がちょうどいいのがあって、ちょっとそこの動画で書いていこうかなと思っておりますはい、さやさんのズボラによるズボラのための水彩教室、何そのフェードアウトしてくるそう、さやさんがねちょっとついにズボラ水彩画講座的なものを取ると決意したので、それをねやりつつ、ちょっと今回のね、イラストもね、どれを描こうかなって感じですけど、描いていこうかと思います。ちょっと近日出ると思いますので、みんな水のご用意を。水は多分どこにでもあると思うんですけどどちらかというと絵の具をご用意しておいたみたいな、ちょっとズボラなもので、ズボラすぎるということでめちゃめちゃ久々に曲から妄想やってみましたが、いかがだったでしょうか。いや楽しかったです、皆さんぜひねおすすめの曲とか、ミセスに限らず、おすすめのアーティストだったり、あとなんかこの話のこの辺好きですとかいう感想とかいただけると本当に生き地になりますので、でもこれから夏来るね、いやでもねこの青と夏みたいな爽やかな夏じゃねえんだ、もうジメジメしてんだよ最近。そうでも33歳の汗なんかもじっとじとよもうじゃあみんな、ちゃんと水分補給と塩分取るんだよ。急にお母さんみたいな